さあ今日もやってまいりました。はい。RC おいしい。とゴー。もう適当ですね。それ言っちゃいます。ごめんなさい。西尾さんに怒られるパターンなんですけどね。はい。西尾さんすみません。今日はまたすごいマシンをお見せします。でその前に、はい、でちょっとまた話があるんですけれども、美人薄命っていう言葉あるじゃないですか。はい、あれ何歳ぐらいのことを言ってるんですかね。自分がその中学生とかぐらいだともう20代後半ってすごいおばさんに思ったんですけども、はい、今このぐらいの年になってくると40代50代でも綺麗な人はいっぱいいますよね。この人綺麗だなって思う人いっぱいいるんで、まあ60歳ぐらいまで頑張ってもらえばいいんじゃないですかね。ああ、なるほど。まあじゃあ今の時代の美人薄命っていうのは結構まあ60とかもうちょいぐらいまでっていう感じなのかな。知り合いの女性の方でね、やたらと私は美人薄命だっていう風に言って結構暴飲暴食してる人がいるんですよね。あんまり暴食するとあれですね、美人じゃなくなっていくと思うんですけど、この前あそこのレストラン行ったよとか言ってよく言ってるんですけども、まあその女性の方にですね、そこのレストランって食べ放題かっていうふうにちょっと僕は毎回確認するんですよ。いや違うよっていうふうに言うと、よかったなって、店員安心したよなっていうね言ってるんですけどね。毎回お前死ねって言われるんですけどね。まあそんな人がいましたよっていうね、ことなんですけどもね、多分この動画絶対見てないと思うので、僕何でも言っちゃうんで。さあ今日本題の方に行きたいと思うんですけれども、今日お見せするのはこちらのマシンになります。今ね、山木正田。山木正田さん。はい。まず手に取って見せてもらいましょうね。はい。マシンの方は、こちらですね。分かる人は分かるかもしれないタミヤのレーシングマスター、多分ごめんなさい、マーク5だと思うんですけども、タミヤレーシングマスターマーク5、はい、34、5年前の35年前の車両なんですけども、車両、はい、これ現役で使ってたわけじゃないですよ。たまたまこうネットで欲しくて手に入れたんですけども、ずっと押し入れの中にしまい込まれていたんですけども、なるほどなるほど。統合名物の何でもドリフトコーナーにですね、エントリーしようかなと思って。そんなコーナーあったんですか？僕は全部ガチでやってる。あったんですか？統合に来たらこう、ドリフトと関係ないようなマシンでもドリフトさせなきゃいけないのかなっていう、何でもドリフトコーナー。いろんなマシンが結構びっくりマシンいっぱい皆さん作ってくれるんで。ワイド入りだったり6輪のトレーラーだったり、とりあえず何でもドリフトさせようというところなんですけども、多分世界初じゃないかという。12分の1レーシングカーのドリフト、12分の1レーシングカーのドリフト、タミヤの何でしたっけ？レーシングマスター、レーシングマスターマーク5、マーク5です。はい、じゃあマシンの方ね見ていきたいと思うんですけれども、じゃじゃん。このボディはポルシェだよね。これポルシェですね。これはC カーだね。 C カー、これは当時物ではなくて後から発売されたRM01 用のボディなんで割と新しいんですけど、これがマシンの方ですよね。12ですよね。これはシャーシーは FRP ですよね。これ FRP ですね。 FRP ですよね。カーボンとかじゃないですよね。まだカーボンが出回る前の時代ですよね。あ、そうかそうか。まずはこれドリフト車ってことなんですけど、切れ角の方ちょっと。切れ角ですね。ゆっくりいきます。こんな感じですね。なるほど。気持ち外側が切れてる？そうですね。じゃあちょっとコーナーで巻きやすい。あ、ここまで切るとってことだもんね。反対側。こんな感じ。お、いいですね。これなんで改造しました？12ゴリゴリ切った？そうですね。サーボホーンを伸ばして、あとはここちょっと削っただけですね。サスアームですね。サスアーム。RM01。で手に入るんですよ、新品が。なのでちょっと削れました。それ以外はちょっと貴重な部品なんで全く加工してないです。サーボホーンってちょっと裏側から見せてもらっていいですか？サーボホーンはこんな感じで、こんな感じで伸ばしてますよっていうね。なるほどなるほど。裏見てもらうと分かりますけども、完全にリジットですね。リアサスはないです。本当はサスないや。ないです。レーシングカーと一緒じゃないですか。そうです。じゃあまた表側に戻してもらって、これブラシモーター、これ380モーター？ 380ですね。380のノーマルの
このぐらいのパワーでないと、いきなりくるくる回るだけです。なるほど。このタイヤは何ですか？タイヤはこれはホームセンターにあった水道管の継ぎ手の部分、1個120円ぐらいで継ぎ手、ちょうどですね、ズボッとはまるっていうか、両面テープ、厚めの両面テープを巻いてはめたらぴったりだったんですよ。なるほどなるほど。であとは角はちょっとセッターで削って。フロントも一緒です。同じ材料です。でこれそのまま切って貼ったじゃなくて、そのまま使って。へえ、そういうのがあるんだ。でホイールはちょっと幅詰めましたね。もうちょっと幅広かったんですけど。そうですよね、だいぶ細いですもんね。切れ角稼ぐために。なるほど、かっこいいですね。いやー、35年前のマシンがまたこうやって蘇るっていうのはね、いいですよね。なかなか復刻版っていう感じではないんですけど。そうですね。いや、ただ一部こういう旧車マニアの方いるんで、ふざけるなって言われるかもしれないですけどね。そう。まあでも玉としてはもう結構少ないですよね。そうですね。もうこの辺の部品とかギアデフなんですよ。どこにデフあるのこれ？ここデフなんですよ。どれ？ここ。これギアデフ？はい。ここデフなんですよ。オイルは？オイルもクソもないです。オイルはないんだ。ないです。ただもうこう。すげえ、こんなデフなんだ。こういうデフなんですね。これ昔からタミヤのもの一番初期の形のデフですね。でこのスプリングって何です？真ん中に一本棒通ってる棒って。これ一応これがダンパーになってんだ。そう、ここでここスプリングになってて、でここにこのダイヤルみたいなのがあるんですけども、ここになんかオーリングが入ってて、これ締め込むとこのシャフトを締めるんですね。とダンパー効果があるっていう。締めると硬くなるの？硬くなる。へえ、そうなんだ。面白いね。多分これで微妙に調整したりとか昔はしたんだと思うんですけども。すごいですよね。12って確かめちゃくちゃ速いやつだもんね。そうですね。これ多分380でもスポチュンつけてスポンジタイでつけたら相当速いです。ですよね。そうなんだ。じゃあちょっと走ってるところもねちょっと撮っていきたいと思うんですけれども、結構速そうな感じですよね、僕の勘だと。そうですね。軽いんで、昨日測ったら 690g しかない。690g。ボディ合わせてですね。ボディ合わせてちょっとボディかぶしてもらっていいですか。690g。懐かしいですね、このガルフポルシェ。ボロボロですけどね。このボディでレースやってたんでちょっとボロボロですけども。そうなんですか。全日本ですか？違い。超ローカル。いや、ラジコンは本当にね、いろいろな場所で楽しめますからね。すいません、本当にありがとうございます。ありがとうございます。どうも。ボディそのもの